国家最高機密歩兵型破壊兵器なおです。前回は地獄のレベル上げを経て、もう、修行っていうより拷問だったわよね。そしてビッグキャノン撃破、国家秘密兵器、覚醒だ。本当に倒しちゃったのよね。生身で。拳と祈りと煙幕花火、ロマンを武器に勝ち取ったぜ。武器は SMG-UG だったけどね。細けいことはいいんだよ。さて、次の戦場へ。メタルマックス第2砲、孤独一人旅、まだまだ続くわよ。はぁ、ようやく着いたぜ。足が、もう動かない。見ろ、これが街だ、救いだ。街に泣きそうになるなんて初めてよ。まずは武器屋だ、生存確率を上げる。生きてることがこんなに美しいとは思わなかったわ。このバリアシール、防具の上から貼り付けて装着するらしい。なおにしては、効果を知っているとは驚きだわ。想像で喋ってみた。ダメだこの兵器人間。装備が整ったな、行くぞ。どこに行くんですかね。さて、街に来たらまず寄るべき場所があるよな。まさか戦車屋かと思ったけど、違うのね。違う。まずは情報収集。戦場の最前線、それはバーだ。おいっしょ、あの赤髪。なんか強そうなオーラ出してないか？話しかけたら仲間になってくれそうなタイプよね。飲みたきゃいっぱいおごってみな。上等だー。いっぱいぶち込んでやるぜ。ちょっと、意味違うから、普通におごりなさい。絡んできやがったな。こちとらいつでも準備万端だぜ。なんでこんな流れになるのよー。チンピラとも、まとめて成敗だー。なんで私たちがターゲットにされてるのよ。そんなことは知らん。おいおい、そんなチンピラパンチじゃ国家秘密兵器には傷一つつかねえぞ。そもそもなんで喧嘩売られてるのよ。しかも私たちに。この世にはな、知らない方がいい世界もあるんだぜ。行くぜー。ウージー前段ぶち込んでやんよー。人様相手にいきなり重火器行くの。やりすぎよー。しゃー、成敗完了ー。成敗っていうか、フルボッコだったわよね。荒野ではな、倒れた奴が悪いんだよ。赤戦車来た。ウルフさんでしたよね。先日はありがとうございます。なにこの空気。ウルフさん、めっちゃ絡んでくるのよ。なんで、引きずられてるの？ぐえー。マジで外に放り出された。雑すぎる追い出しなのよ。やめとけ、やめとけ。ひえー。秒殺。かわいこちゃん。って言った。どっちに行ったの？あの赤髪に。私に？多分、聞き間違いだ。荒いナンパは失敗だったようだな。悪いが、合わなかったことに。よーし、次はこのビルだ。何やら怪しい気配がビンビンするぜ。すごく治安悪そうな建物なんだけど。あの人、なんだかすごく訳ありな雰囲気あるわね。大抵裏で色々やってるやつだぜ。ダンスだとさ。タンス、ゴン。名前の癖がすげえな。タンスにゴンって。アラフォーにはおなじみだぜ。収納しきれなかった怒りでも溜めてんのか。おっしゃー。家具系モンスター爆散。まさかタンスからボスが出てくるとは思わなかったわ。そういうサプライズ大歓迎だぜ。でもって、ロックハッカー、ゲットー。わかりやすく言うと、最後の鍵。ってことは、
ここからが地獄ってことね。次はここのビルだな。お、師匠。あのおっさん、戦車売るってよ。唐突すぎるでしょ。いいぜ10万、受け取れー。紙くずのようにお金を払うのね。どうぞお叱り。生身だと使い道ないしな。これマジで。よっしゃー。こいつの名前は、ししゃもに決まりだ。また食べ物。ていうかなんで魚。小さいけどな、腹に卵詰まってんだぜ。最強の火力兵器だろ。その発想おかしいのよ。どんな兵器よそれ。見た目で判断すんなよ。ししゃもは本気出すと群れで襲うからな。しかも無言で。いや、それ野生の脅威じゃないの。でもな、俺は歩兵だから置いていく。またかー。魚はな、焼いてなんぼなんだよ。乗るもんじゃねえ、食うもんだ。戦車なのに食材扱い。しかも焼く前提。さらば、死者も、この地に香ばしい伝説を刻んでくれ。お、見えてきたぞ。ここが6個か。なんだか、瓦礫と砂しか見えないんだけど。ああ、名物だからな。6個の特産品は瓦礫と砂だぜ。もはやそれ、ただの廃墟よね。これ見てみ、次の相手って、マット、マッスルらしいな。脳筋の極みみたいね。装備整えとかないとマジで死ぬかもね。ってことで、お買い物タイムよ。命は金で買うのよ。財布は満タンだもんな、使い道もないしな。ってことで現段階では最強、生存率向上だな。マットマッスルさんに会いに行きましょうか。よーし。出てきやがれ、筋肉モンスター。おっきい。なんで裸なの？ハレンチ。お、来たな名言、フシュルルル。ああ、メタルマックスといえば、これよね。これがマット、マッスル、タンスの男。で、そのタンスにフシュルルルって書いてあったの？さて、お待ちかねの筋肉ショータイムだぜ。誰かシャツを着せてあげてー。残念だったな、こっちも戦車に乗らない筋トレ野郎だぜ。国家最高機密歩兵型破壊兵器ですもんね。ていうか、筋肉って言っておきながら、ウージー乱射したり、レーザーライフルを人様に向けるの？ドスを捨て、重火器で、それがロマンだ。もうめちゃくちゃね。しゃー、筋肉味噌肉弾野郎、寒風撃破。なんか、体の芯から温まる勝利ね。そして戦利品は、こいつだ。名付けて、味噌汁。また食べ物。でも、ホッとする響きね。おにぎりときたら味噌汁だろ。最強の主食タップだぜ。でももちろん、乗らねえ。汁物は飲むもの。荒野は徒歩で越える。もはや意味わかんないわよ。器に甘えるな、中身で勝負だぜ。さあ来たぜ、引き潮の洞窟。来やがってねうわ、道潮じゃない。通れないじゃない。安心しろ師匠、この世界、画面切り替えたら気分で潮が引く。何その都合のいい自然現象。おいんけー。画面チェンジ。ちょっと無理やりすぎない。よっしゃー。来やがったー。地形が気分で変わる世界、それがメタルマックス。着いたぜ。これが、地蔵の抜け穴。
地蔵が見守る地獄の抜け道。もう極楽浄土要素ゼロよね。なんだここ。紅白幕に鳥居。まるで祭り会場じゃねえか。いや、空気が違うのよ。お祭りじゃなくて、地獄会場の方よ。見ろよ師匠、次のステージだぜ。ここがフリーザ。なんか、ひんやりした空気ね。って通り過ぎてるわよ。マジか。スケート場だなここ。フリーザってくらいだしな、ドドリアさんいないか？じゃあ私はザーボンさんでお願いね。さて、せっかく来たんだ。フリーザ名物といえば、金属探知機ね。これさえあれば、地面の下に埋まってる財宝も、戦車も、あと、うっかり埋めた夢とか希望とかも、全部発掘できる。なんか良いこと言った風にしてるけど、ただの買い物ですよ。装備も新調したし、また生存確率向上ね。ほう、マンモスでタンク。掲示板に何か貼ってあるな。名前だけでロマン感じるぜ。ロマンじゃなくて凶悪って書いてあるの見えた。安心しな、ビッグキャノン倒した男に不可能はねえ。その肩書き、もういいから。いたぞ、あれがマンモスタンクか。うわ、でか。マンモスの皮をかぶった戦車じゃないの。まさに悪夢の合体生物。でもこっちは、国家最高機密歩兵型破壊兵器だ。かかってこやー。いや理屈になってないからね。やっぱバカだわこの兵器。国家最高機密の本気、見せてやるぜ。でもって、色々ありまして長引いたけれども。色々カットされたわね。けど結果は一つ、マンモスタンク、撃破完了。強引にまとめたわね。でもまあ、ギリ勝ったからいっか。さて、久々の洞窟ダイブだぜ。湿気と敵意に満ちてるじゃない。ここで金属探知機が火を吹くぜ。探せ探せ、宝は足元だ。本当に火を吹いたらやばいからね。出たー、ボズニアク2。でも戦車がないからスルーだな。拾えないのね。せっかくの武器なのにさようなら。V24 ハルク、もういらないな。拾いなさいよ拾えないのか。師匠、ここが怪しいとハンターの勘だぜ。ハンターの勘じゃなくて、ただの総当たりよね。やったぜ。戦車ゲットー。さて、名前は？決まってんだろ。冷ややっこ。豆腐。白くて柔らかそうだろ？でも中身は冷たい。最強の軽装冷却兵器よ。それ兵器じゃなくて前菜じゃない？夏の荒野にはこれが効くんだ。さっぱり、ひんやり、冷ややっこー。勝手に叫ばれても困るんだけど。だが置いてく。ああやっぱり。豆腐はな、戦う前に、静かに崩れるんだ。静かに敗北する戦車なんて聞いたことないわよ。おお、怪しげなビル発見。傾いて、全壊寸前なんだけど。やばい、いきなり飛び降り未遂。落ち着いてー。大丈夫よ、私たちは道に迷った旅人だから。いや、それ全然信用できないセリフだろ。俺が女房に逃げられた夫だ。高いところは苦手だが、やることはでかいぜ。
名乗り方が特殊すぎる。でも、逃げられたって言い方、ちょっと哀愁あるわね。このビルを、ぶっ壊して道を作る。瓦礫で海を埋めて、向こう岸へ渡るんだ。スケールが極端すぎるって。一人でこのビルを爆破して RPG の住人って、大体発想がアウトローだよな。ドッカーン、来たー。ビルで、向こうへ渡れるように。こんな壮大な無茶が、感動に変わるとはな。いやまだ感動には早いわよ。あの家族、ちゃんと生きてるの？姿が見えねえ。まさか。でもきっと、生きてる。何も言わず行くような人じゃなかったから。向こう岸、行ってみようぜ。あの人が繋いでくれた道だもの。無駄にはしないわ。おっと、やけに囲まれてんな。歓迎ムードか？どう見ても違うでしょ。全員、目が血走ってるわよ。ご丁寧に前振りまで、サービス精神旺盛だな。もう、ボス登場の音楽が聞こえてきそうね。マジで来た。船乗ってご登場かよ。山賊のくせに渡し船って、割と律儀。何人いようと関係ねえ。俺一人で十分だ。破壊兵なおの前ではミジンコだ。ミジンコも災難だわ。でもね、保険で煙幕花火神。回避は神。破壊兵、回避に祈る。まさかの防御型でした。うほ。硬い硬い。これは長期戦。奴は俺の破壊工作に耐えれなかったな。かなりカットしたけどね。なんとか勝ったからよしとしようか。新たなエリアに到着したな。ボコボコにされなきゃ良いけどね。新しい街か？装甲車の香りがするぜ。お前、この装甲車が欲しいのか？ストレートね。っていうかあげる気満々の顔だったわよ。欲しいけど、今はまだ受け取れねえ。何その修行中の悟空みたいな喋り方。下水だな。化け物退治、受けて立つ。マンホール、開いてたら入るよな。国家機密的に。そういうノリで国家機密やめてくれない？はは、ここが噂の異臭エリアか。こいつか？化け物って？むしろ、向こうがなんか人間いた、くらいにしか思ってないわよ、多分。よし、ポンプ起動だ。下水の水よさらば。栄翔みたいに言ってるけど、ただのスイッチよねそれ。見ろよっしょー。下水が引いたぜ。違う、ポンプの力。いたぞ。あれが汚水の王、ミュータントワニ。王っていうか、ただの大きなワニじゃない？濃縮メチル、発動。いっけー。さっき拾った濃縮メチル。やば。めっちゃお強い、濃縮メチル。下水の王、討伐完了。ああ、これでトイレも流せるようになるわね。
よっしゃー。戦車6代目ゲットー。さて、恒例の、命名式ね。名前は卵焼きに決定。ついに彩り担当が来たな。白に黄色に魚介系まで。なんか、栄養バランスは良さそうね。ふんわり甘くて、戦場に立ち上る癒しの香り。これはもはや、戦う定食。いやだから、食卓じゃないのよここ。でも乗らねえ。やっぱり、定食を前にして断食宣言とか意味わかんない。そう、俺は眺めるだけで満たされるタイプの戦士。誰かこの偏った栄養指導やめて。あの遠巻きにある東京タワーに行きたい。ここ、日本だったの？何言ってんだ、最初からメタルジャパンだろ。はいはい。で次どこ行くの？この奥にどえらいお尋ね者がいるらしいぜ。つまり、また無策で突っ込む気ね。ビッグキャノンを倒した男なんだから問題ないと見た。ほんとかしらね。こりゃあ、歩兵じゃ無理だな。無理よね。でもタンクをレンタル予約してあるから安心して。さすが抜かりない。ほう、行けるようになったな。レンタルはここで乗り捨て OK。レンタルの概念がだいぶ自由だわ。なんかでっかいムカデだな。一挙ひねってやるぜ。慎重に行きなさいよ。見た目やばいわよあれ。やば、あっという間に溶けた。何あれ？ HP の減り方、意味わかんないんだけど。てな感じでさようなら。今度こそ作戦通りに行こう。煙幕、回復、装備も完璧。で、結果がこれよ。1ターン目からフルボッコ。てな感じでさようなら。なあ師匠、あれ倒せるって証明された敵なんだよな。倒された側の遺族が、そう言ってる可能性もあるわね。おいうねー、バランス崩壊してんぞ。だから現実逃避するなって。次の作戦名は絶対勝つぞムカデロン大作戦。略して狩猟タイム。略してないどころか、なんか別の企画始まってない？うやうやーっとやってますが数時間じゃ足りませんよ。しゃー、地獄のレベル上げ完了。遠出して、回復アイテムも完備 OK。全回復6個に煙幕花火。レベルも40まで上げたし、いざ勝負。回復薬でゴリ押すスタイルで行くぜ。それただの脳筋戦法よ。まあいいわ、勝てば官軍。くらえ、濃縮めちる。楽勝だったわね。まあ振り返ると、そんなことなかった。それどういうこと？ムカデロン撃破。で、かかったターン数。だいたい、100ターン。長い、重い、硬い、回復多すぎ。ムカデロンは絶対に自動回復している。間違いねえ。100ターンは確実に戦ってたぞ。もうターン数の概念壊れかけてたからな。てか途中で今何と戦ってんだっけ？って一瞬記憶飛んだわ。完全に狩猟パートだったわね。しかも無償報酬の、運もないと勝てなかったしね。でもネタをしたことを証明したから良しとする。ムカデロン討伐&電波塔到着。ようやく着いたわね。長かったわ。ムカデロンがラスボスかと思ったわよ。いやほんと、あいつだけで動画1本いけるレベルだったぜ。BS コントローラーってなんだ？テレビのチャンネル回すやつよ。未来っぽく見えて、実はめっちゃレトロ。100ターンの激闘の果てに、チャンネル回すやつって、マジか？マジよ。
1枚目、ミスター神風。聞いたことねえな。2枚目、ムカデロン。あんたを100ターン苦しめたやつね。せめて張り紙くらい、こっちが燃やしてやりたいわ。あれ？これって、ミスター神風。本当にいたのかよ。逃げると聞いていたが逃げねえ。なら撃つだけだ。もういつもの濃縮メチル。まさかの初見撃破。ムカデロンとの格差がひどすぎる。裂け目で出てきたら神風。もうそれ、常識。お、見えてきたぜ。あれが例の味とか。妙に静かね。嫌な予感しかしないわ。おい、これ。古文どもの慣れの果て。レッドウルフに完全にやられてるわね。あいつがゴメスか、空気が変わった。ニーナって、まさか。まさかって、あの女が。嘘、ウルフが探し続けてた恋人って、あんな状況で再会だなんて。完全に人質じゃねえか、ゴメスのやつ、卑劣すぎるぞ。ウルフ、動けない。完全に動揺してる。無理もねえ。あれは戦場で見せる顔じゃねえよ。なんか様子が。笑ってる。まさか、こいつ。嘘、罠。あれってニーナじゃ、ないの？やべえよウルフ、落ち着けって。クソ。感情を利用するなんて最低。始まった。レッドウルフ、いきなり突っ込んだ。こっちはただの見物人よね。巻き込まれないといいけど。にしてもあの動き、生身とは思えねえ。完全に人間やめてるなウルフ。っていうか、よく耐えれるわね。あの戦車砲、直撃したら即ゲームオーバーよ。反撃。戦車に挑む男。まさにロマンの塊ね。って、決まった。ウルフの勝ちだぜ。マジかよ。あの化け物じみた攻撃。レッドウルフ、やっぱただものじゃねえ。っていうか、ゴメスが勝ったことになってるんですけど。そこの悪党。今度はあんたが主役か？体力残ってねえし、煙幕花火も持ってねえし、何やってんだよー。体力は回復したけど。なんて火力だよこいつ。準備ゼロで突っ込むとか、ただの自滅よね。いつもの濃縮メチルはダメージがあるぞ。煙幕花火忘れた時点で積んでたのよね。ここは、ミンチか。無事に運び込まれてたみたいね。あんた、死にかけてたのよ。あいつ、ゴメス。あの顔、忘れねえ。俺は絶対に、あの野郎をぶちのめす。今度は煙幕花火も、忘れずにね。よし。装備も整った。煙幕も回復もフル搭載だ。もう二度と同じミスはしないって言ってたわね。学んだ兵器は強いんだよ。今回こそ、決着つけるぜ。あれ？何これ？どうしたのよ？名前が、なおからウルフになってる。勝手に。それバグじゃないの？いや、システムの悪ふざけかも。しかもよりによってウルフって、世界中流れ歩いて恋人探しそうな名前じゃねえか。あんたはどっちかっていうと、装甲車で地面掘りそうなタイプよね。待てよ。つまり、これは、俺の中のウルフ成分が漏れ出したってことか。違うし、戻してよ。今すぐナオに戻して。いいさ、わかったよ。
何その含み笑い。ならば受け入れよう、このウルフって名をな。まさかの前向き。恋人探さねえよ。戦車だって乗らねえよ。俺は破壊とローマンの野良ウルフ。肩書きが迷子なのよ。いざ初陣だ、覚悟しろゴメス。ああ、思ってるさ。っていうか、もう決めてるんだよ。お前を地面に埋めてやるってな。煙幕花火。発動。これがなかったら、また散ってたわね。全弾ぶち込め。濃縮メチル。はい、本体のお出ましですな。モグラの化身みたいな格好しやがって。地中に潜んでる分には手出しできないけど。でも、出てきたら最後よ。だったら出てきた瞬間、叩き潰すだけだ。出てきた瞬間が、あいつの命日ってわけね。よっしゃー。勝った。完全勝利。煙幕神。今度は冷静だったわね。というか、攻撃がほとんど当たってないのよね。それが戦術兵器ってやつよ。ウルフの名は俺が継いだから心配ね。中身が伴ってればいいけどね。第7戦車。名付けの儀を執り行う。また食べ物かしら。今度は何にする気？とろろ昆布だ。軽そうに見えて、意外と粘り強い。出汁も出るし、味もある。渋い戦車にぴったりだろ？いや、ネバネバしてるだけでしょ。なんか運転席も滑りそうなんだけど。だが、乗らねえ。わ？また命名しといて放置。とろろも困ってるわよ。いいかっしょ。名前をつけるってのは、敬意なんだよ。たとえ使わなくても、忘れないって約束だ。はいはい、口だけはやたら粘っこいわね。中盤の地獄を越え、いよいよ最終局面へ。次回、国家機密、真の力を見せるとき。国家最高機密歩兵型破壊兵器なおでした。ナショナルアームドアウトライダー次回、決着。面白かったら、高評価、コメント、チャンネル登録。なおのやる気ゲージが超限界突破するからよー。お願いいたします。よー。